皆さんこんにちは。シンプル内藤でございます。僕は日本の会社に勤務しながらマレーシアに移住しちゃった32歳です。本日は海外移住して初めて風邪をひいた日のモーニングルーティンということでお届けしたいなと思っております。前回の動画でリッツ・カールトンに泊まってきた様子をお届けしたかと思いますが、その時に、見事冷房でやられてしまい風邪をひいてしまいました。皆さん風邪をひいた時の経験でわかると思いますが、朝起きた瞬間のこれやっちまったなという感覚が今回漏れなく襲ってきました。体がほてってかなりだるくですね、頭が痛い、体の節々が痛い、完全に風邪の症状だと悟りました。日本にいる時は1年ぐらい風邪はひかなくて元気だったんですけど、マレーシアに来てなんかわかんないけどずっとちょっとうっすら体調が悪いみたいなのが続いていました。胃もたれなのかなんかこの移住の疲れなのかわからないんですけれども、それがこのタイミングで一気に襲ってきた感じという形でございます。日本にいる時はすぐに病院に行って薬をもらって早めに治すというのが僕のパターンだったんですけれども、マレーシアにいるとなかなかそれができないなと感じております。今僕はデジタルノマドビザという形で日本の会社に勤務しながらこちらで生活を行っているため、現地採用ではありません。そのため今僕の保険の加入状況は日本の会社に依存するという形になるので、日本にいる時と同じく社会保険に入っています。なので日本の会社の保険証を持っています。そのためちょっと詳細はわからないんですけれども、マレーシアで病院に行った際はまずは10割自分で払う必要があります。そして帰国した際に自分で申請を行って日本で受けた場合の7割分のお金をお返ししますというのが今の僕の保険の状況になります。結構ややこしいので僕はあまり病院に行きたくはないので、今回も病院に行かずという決断をいたしました。なので今回の風邪は結構長引きました。もちろん病院に行ってないっていうのもあるんですけど、なんか鼻水と鼻づまりがどうも長引いてしまっていたんですよね。その要因の一つとしてヘイズというものが考えられます。ヘイズって簡単に言うと、大気汚染の一種で、インドネシアで行われた焼き畑だったり森林火災で出た煙が気流によってマレーシアまで来るっていう現象の一つで、これがかなりひどくて、今見てもらっている外の風景で、ヘイズがひどくなると遠くに見える白いコンドミニアムが見えなくなるぐらいもやがかかります。そのぐらい濁った空気なので、敏感な方は鼻水や鼻づまり、頭痛なんかも引き起こす割と深刻な問題の一つです。そしてこういう時のために日本から持ってきた薬を確認すると、喉の痛みを抑えるものくらいしか有効なものがありませんでした。ホットアイマスクやせいろがん、あと絆創膏、あと謎に歯ブラシが5本という、結構謎なスタメンを組んでいた渡航前の僕を叱ってやりたいぐらいです。今回は一旦喉の炎症を抑える薬だけを飲んで回復を待つことにしました。それでもやはり薬は必要だったので、後ほど買いに行く必要がありそうです。仕事をだましだまし続けていましたが、やはり体調がかなりきつかったので、申し訳ないですが午後からお休みすることにしました。こんな自分の風邪で休むのは非常に申し訳ないんですが、本当にきつかったです。そして何か栄養を取らないとと思って少し早いお昼ご飯を食べます。僕は最近お昼ご飯は必ず味噌汁を飲むことにしています。というのもマレーシアのご飯はとても美味しいんですが、
外ってばっかり食べているとどうしても栄養が偏ってしまいます。美味しいものは糖と油でできているので、どうしても野菜不足になりがちです。そこで僕は毎週末に必ず味噌汁の作り置きをしています。味噌汁の作り置きといっても、野菜を煮て野菜だけ冷凍保存して、食べる時になったら解凍、それと同時に、味噌とだしをお湯で溶いて、その中に野菜をぶっ込むというものです。少し話はそれますが、海外移住して今のところ最も感じる日本の偉大なところは、味噌汁を発明したことです。あの染み渡る感覚はもはや麻薬です。繊細さの中にコクを作り出したの誰ですか？ノーベル賞をあげるべきです。日本にいる時に和食を絶賛する外国人を見て、何言ってんだと思ってましたが、今になるとその意味が非常によくわかります。そんな味噌汁を飲むことができる&野菜も摂取できる一石二鳥な昼食を平日は毎日摂取しています。この日は味噌汁が染み渡るランキング5位の風という条件も相まって、よりありがたみを感じました。味噌汁を飲んだ後は薬を買いに行きます。日本にいる時もそうでしたが、一人暮らしの風邪の際にきつい時がこの買い出しに行かなくてはならない時です。この瞬間は孤独であることを感じるだけではなく、なんならもう恨みもありました。マレーシア移住を考えている方はこれ本当聞いてほしい話なんですけど、コンドミニアムを選ぶ際はモールに直結したコンドミニアムを選ぶべきです。これは本当に強く言えます。日本にいる時は多少離れたスーパーに行くのが当たり前かもしれませんが、マレーシアだとそうはいきません。道路のインフラもそこまで整っていないため、徒歩圏内にモールがあるかないかでクオリティオブライフは激しく変わってきます。僕は幸いコンドミニアムのすぐ下にイオンがあったので、今のところ不都合は感じてませんが、それでも玄関からイオンまで結構遠く感じてしまいます。本当これから移住する人はそこだけは覚えておいてほしいです。どんなに寂れた街に住もうが、コンドミニアムの下にモールがあるだけで全てが覆ります。そしてイオンに着くと、イオンのスーパーの中にあるものを探していきます。スーパーの中にはいろんな風邪に効くものもあって、これは日本でいうところのトローチですね。袋に小分けになっていろいろな味があってですね、やたらスースーするものからシュガーフリーのものまで数多く取り揃えられています。だいたい6リンギットぐらいなので、日本円にすると180円から190円ぐらいでしょうか。僕が求めていたのはこの上にある箱になって売られている威力が強いものらしいんですけど、これは病院で処方されるトローチと同じ成分が入っているものみたいです。そして冷えピタも売っていました。冷えピタは安心の小林製薬です。通常のものから鼻詰まりに効くものまで、こちらも結構種類がありました。風邪の時フラフラで気づかなかったんですけど、今買ったものを見ると、どうやら僕は子供用のものを買ってしまっていたようです。皆さんは大人用のを買ってください。風邪薬がイオンのスーパー内では売り切れだったので、上の階にあるドラッグストアに行きます。これはワトソンズといって、日本でいうところの松本清みたいなものです。こちらの方が品揃えは良かったかもしれません。僕はここでのお目当てはパナドールという風邪薬です。
風邪薬というか、日本でいうところのカロナールですね。鎮痛剤なので、熱だったり頭痛の時に飲むマレーシアでは一般的な薬みたいで、どうやら病院でも処方されることがあるようです。これも箱のものから小分けにされたこういったパック状にされたものまで種類は多く存在します。そして、薬の種類も結構豊富で、この一番左に置いてあるこちらが、レギュラータイプのもので、お値段はだいたい1個350円400円ほどでしょうか。そしてその右にある青い箱のものは、割と早く溶けて胃に優しいタイプのものみたいです。そしてその右にある赤色の箱は即効性ありの2倍の速さで治すよというものです。これは錠剤1個のがかなり大きいタイプです。そして緑色のものは授乳中だったり妊娠中でも飲めるタイプですよというもので、今回僕は胃に優しいタイプのものと即効性のものを購入しました。冷えピタの時もそうなんですけど、なんでこの両極端なものを選んだのか、覚えてません。結論から言うと、最初に青いタイプを飲んだんですけど、ほとんど効果がなかったため、夜になって赤いものに切り替えたらだいぶ体は楽になりました。ただ赤いタイプは錠剤の大きさが体感で500円ぐらいの大きさがあるため、少し不安な方はノーマルタイプから試してみるのがいいと思います。あとはもう帰宅したら本当にひたすら寝てました。薬のおかげもあって熱はすぐに収まったんですけど、喉のイガイガと、あと鼻水のがなんか奥の方で詰まってる感じっていうのが1週間ぐらい続いていた気がします。これは本当に地獄オブ地獄でした。はい。皆さんいかがだったでしょうか。やはり海外移住の風邪っていうのは想像以上に地獄でした。ただ風邪が治った今、初めて東京と同じ体調でマレーシアに暮らせているので、むしろ風邪になってよかったかもしれません。日本も冬が近づいておりますので、皆様お体お気をつけください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。以上、シンプル内藤でございました。